こんばんは。夫婦深夜トーク。こんばんは、セイゴ&ブレンです。で、今日はこんばんは第9夜目になります。9夜か。もう2ヶ月ぐらいだね、トータルで数えると9ってことは。まあね、2回やらなかったけど。で、なんか今回から予想以上にね、結構質問が集まるので、こんばんはまあ大体1週間に起きた時の話とかもするんですけど、メインで結構質問に答えていくことをしようかなと思ってます。はい。まだ 10分測るの？どうしようか。測んなくてもいいかな。なんかね、だっていつもなんかね、カットしたりとかしてるからさ、そう結局だってぼーっとしてる時もあるから、そうだから別に測んなくてもいいかな。ちょっと形式を変える。そう、もうこれチャレンジ企画だから、もう途中どんどんこれからも多分変わっていくけど、今は、皆さんね、どっちが好きか感想を聞かせてください。じゃあ今日やったことちょっとだけ言うか。なんか今日は友達と最後の仕事の友達が家に来てくれて、で一緒にたこ焼きパーティーをやりました。そういろんな種類、キムチ、納豆、餅、明太子、チーズ、ツナ缶、タコやったね。もうボーって入れて美味しかった。美味しかったな。たこ焼き器もチャンネル登録者の方からもらったやつで、もう未だにたくさん使わせてもらってます。愛用してるね。本当にありがとうございます。で、早速答えいきましょう。はい。じゃあどこですか、ブレンさん、携帯は。そうね。OK。やっぱりインスタグラムでね、1週間に1回ぐらい質問コーナー募集してるんだけど、そこにね結構みんなコメントくれるので、もし質問ある方は来週の分答えれるかもしれないので、また募集した時に質問投げかけてください。インスタフォローしてない方はしてください。でもしインスタやってないっていうのがあればなんていうのかな、メールでも、そうダイレクトメッセージでもいいし、メールでね、ツイッターでもいいし。じゃあ行くよ。アメリカ生活で未だに慣れないことはありますか？車の運転慣れないっていうか、好きじゃない。なんか日本でそんなに運転したことがないから、日本とアメリカを比べるのはなんか難しいけど、アメリカの運転すごい怖いって思ってる。なんかみんななんか車に乗るとアグレッシブだからクラクション鳴らしたり、みんなじゃないけど、煽ってきたりとか、なんかもう待てないみたいな感じ。いるよね。日本も絶対いると思うよ。そうでもそういう人よく見るから、ここだと。運転が怖いなんじゃない？俺もちょっとね、運転はそこまで好きじゃないからな。よくアメリカのカップルは I love you を一日に何回も言うのが普通と聞きますが、お二人は？何回も言うよね。言う。これはどうなんだろうね。なんか俺ら以外の家とかでもブレンのお母さんとかもよく言うしね。なんかお父さんとかに寝る前にね、I love you とか言ったり、ブレンのお母さんはブレンとか自分にも I love you って言うし、結構言うかな。なんかいろんなレベルがあるよね。友達に love you っていう人もいるしさ、なんか本当になんか愛してる旦那さんと息子とかに使う人もいるから、一日何回言うかな、俺はね。何回言うかな。起きた時言うでしょ、出かける時言うでしょ、最後がね、出かける時言うでしょ。なんか寂しいことがあった時に言うでしょ。お互い励ますためとかに言うかな。最低5回は言ってるんじゃない？ 1日に言ってるかもね、5回は。最低ね。おすすめのおやつ。おやつ？おすすめのおやつ？アメリカのおやつかな。日本だとスッパムーチョが好き。みんな知ってるだろうけど。カラムーチョも好き。あとピザポテトとのり塩チップス。アメリカのお菓子だとソルト&ビネガーが好き。結構有名かな、日本でも。でも日本だとあんまし見かけないと思うんだよね、スーパーとかで。でもなんか海外の専門店とか行くと多分売ってるんじゃない？分かんない、探したことないから分かんない。
でもなかなか手に入りづらいと思う日本では。今も多分そうだと思うけど。あとサワークリームオニオンチップスが好き、アメリカの。美味しいね、結構しっかり味がついてるって感じだね、質問です。結婚してよかったと実感するのはどんな時ですか？ぜひお聞きしたいです。結婚してよかったどんな時？まあね、まあ何があってもね、一緒にいてくれること、まあなんか嫌なことが起きた時とか、まあいつもなんかまあ相談できる人とかがいるのがすごいなんか心強い、ね。そうね、自分はでも仕事から帰ってきた時に誰か家にいるってのがいいかな。一人暮らしとかした時はちょっと寂しかったし、ほらなんかちょっと怖い心霊現象とかもあったから、なんか真っ暗の部屋電気つけるのとか、なんか寝る時にね一人で寝るのとかもちょっと怖かったから、なんかそういうのがなくなったのは結構いいかなね。まあ結婚してよかった、まあ一緒に暮らしてよかったっていう感じになるのかな。質問でなんかアッシュの可愛いところってのもあったよ、そういえば。あったね。どこだっけ。アッシュくんの可愛いお話してほしいってなんかありますか？可愛い、まあ最近はねうるさいからさうるさいからドア閉めてるんだよね夜、でもなんか起きた時にドア開くと必ずそこにいるんだよね。そうなんかね本当は閉めたくないんだけど、本当に朝早い5時とかに入ってきて、今やってたなんかこのカーテンいじったりとかブラインドのところをね、ガリガリガリってやってポンって別にのかったりとか、だからその度にまあブレンが大体ね朝5時半とかに起きて足を外にポンって出して扉をバタンって閉める。で自分は大体7時半ぐらいに起きるから起きてドアをバンって開けるとドアのとこでも足をこうやって待ってる。待ってるね。にゃんにゃんってね、もうちょっと遅く来てほしいんだよね。せめて7時半ぐらいにさ。朝方だよね。そうまあしょうがないけどさ、あとは俺なんかさ、なんか窓の席があるじゃん、足のベッドが、でそこからちょっと落ちた時あったじゃんでなんか完全に落ちたじゃなくて、なんかこうやってなんか掴んで、こうやってなんか揺れてるで助けなきゃいけなかったじゃん。あれが可愛かった。なんかアシュからしたらハプニングだけど無言じゃん。そう、ね、本当になんかもうよくさテレビで見るシーン、崖のところに引っかかってねもう崖から落ちそうみたいな、もう手だけでこうやって支えてる感じで、足一生懸命上がろうとしてないけどそんな筋肉ないからさ上がれなくて、そうそれめっちゃ可愛い。何も言わないよね。無言で頑張ってる。で俺らがこうやって「はいすくうどうぞ」でもあれすくわなかったら落ちるよね。ね、怖いちょっと。可愛いね。ちょっと気をつけてよ。あとお餅を持ってくる時とか今みたいにね。持ってくろうとしてた。僕はフランス人の彼氏がいます。お互い自分の時間ってありますか？あとストレス解消法を教えてください。お互いの時間はあるよね。まあほらお互いが仕事行ってる時とか、あとはなんか個別で勉強する時。そうね、今だいたいね、一緒のなんか家にいるけど、まあ、お互いの勉強したりとかしてるかな。そうだね。まあでも寝る時間はいつも一緒だし、まあほとんどが一緒だけど、ストレス解消はでも前も話したけど、勉強がストレス発散、まあストレスにもなるしストレス解消にもなってる気がする、最近は。そうだね。ストレス、音楽聴いたり、あと、ハグしたりね。そうね。とか。はい、こんな感じでまだまだたくさんお答えできてない質問がいっぱいあるんですけどまた次の動画とかでまたね答えられたらいいなと思います。そうね、いっぱい質問してくださいまた。ってことでじゃあ今日のこんばんはこんな感じで終わりにしたいと思います。はい。この動画面白かったらぜひ高評価の方とチャンネル登録お願いします。お願いします。あとは概要欄の SNS ブログ
グッズ、あと郵便箱の送り先をチェックしてください。はい、では皆さん、いい夢を。おやすみなさい。